髪を切る。どうも、ワンピース謎と仮面 YouTuber、ゆるてらんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年50号、ワンピース最新話1131話、冥界のロキを考察していきます。もちろん今回も色々と過去の考察と繋がっていく答え合わせ会です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは先週の1131話の予想を振り返りましょう。こちらです。1131話の類似話数は31話、131話、1031話です。1031話は科学の戦士、語呂合わせは天才、天から授かった鉄の体、その才能に悩んだサンジは、ジェルマのスーツ艦を自らの手で破壊します。そんな1131話の話数の語呂合わせ予想は、小さい、いい材料。前回の予想はいまいちでした。話数の理論を修正していきましょう。31話ではウソップの言葉を聞き入れなかったカヤ。一方1131話ではロキの話を聞かないルフィ。次に131話ではワポルがルフィを口の中に飲み込んで噛み切れない。一方1131話ではブルックがロビンの髪を切る。噛み切れないと髪を切る。さらにこのダジャレは髪を切るともつながりますが、それは動画の後半で考えます。次に1031話ではジェルマの科学を捨てたサンジ。一方1131話では心臓がないブルックを見てベアバンク2リリスは反科学と爆笑しています。さらに1031話ではヤマトを追いかけるフーガ、その後ろからアプート、そしてドレークも追いかけてくる。一方1131話ではナミたちを追いかけるロード、さらに後方からゲルズとゴールドバーグも追いかけてくる。また1031話では4校ビッグマムに魂を取られて屍となった110海賊団たち。一方1131話では4校シャンクスに気絶させられた獣臭がする服を着た生きる屍の人々。以上が話数の理論一つなぎです。ちなみにこの1131話は話数に関係なく一つのキーワードでまとめられているようです。そのキーワードとは担ぐ。1131話の全ての要素が担ぐです。例えばルフィに脱獄の片棒を担がせようとするロキは人を担ぐ、つまりは人を騙そうとしています。一方ゲルズとゴールドバーグはサニー号を担いでいる。ハイルディンとスタンセンはヘラジカを担いでいる。髪を切ったロビンはおそらく縁起を担いでいる。日本では伸びた髪を切ると邪気が落ちて縁起がいいとされています。この担ぐというキーワードは次の1132話などでも使われるのでしょうか。それでは1131話の本編の考察を始めましょう。引き続きロキと会話をするルフィ。ロキは6年間も木に貼り付けになっていると言います。6年間木に貼り付けられているからロキ。その木はすでに考えたようにやはり宝珠アダムでした。こちらです。一つなぎ。まるで北欧神話の世界中ユグドラシルのようですが、ワンピースで戦争が起きても倒れない木といえば宝珠アダムか。サニー号の材料となった宝珠アダム。エルバフの人々は材木を担いでいましたから、この宝珠の一部、材木を取引して暮らしているのか。はい、サニー号の材料宝珠アダム。それがエルバフの中心にある巨大な木です。これが1131話の話数の語呂合わせ一つ目。いい材料、いい材料。サニー号の材料宝珠アダムです。そしてロキはその宝珠アダムに縛られている鎖は海楼石だから力が入らないと言います。つまり現在のロキは悪魔の実の能力が一切使えていない状態です。そしてロキとルフィがいる場所はエルバフの神話でいう第一世界、太陽が死んだ場所であり、罪人が落とされる冥界だと言います。これが1131話の話数の語呂合わせ2つ目。人意味地、人意味地、人意味地、冥界のロキ。そんなロキはルフィに取引を持ちかけます。村から鍵を見つけて解放してくれたら、お前が潰したい海賊団を消してやると言います。これが1131話の話数の語呂合わせ3つ目。陰謀罪、陰謀罪。1話語呂合わせではその字の形から棒と読むそうです。陰謀罪とは密かに企む悪巧みのことです。陰謀罪は日本で正しくは視線予備及び陰謀罪といい、それは勝手に外国と戦おうと計画したり準備をすると陰謀罪となります。ここでのロキは勝手にエレバフ以外の海賊団と戦ってやると取引していますから、視線予備及び陰謀罪が適用されます。そしてこの語呂合わせのヒントはハイルディンの紹介文でしょうか。ハイルディンの紹介文ではロキのように舌を出したドフラミンゴの陰謀に巻き込まれたと書かれています。
そんな話をしていると、五老星にも似た猛獣たちが5匹登場。マンモス、ヘビ、白クマ、黒い狼、ゴリラ。この猛獣たちを見たルフィはアマゾンリリーの近くルスカイナ島の猛獣たちを思い出しています。さらにガスマスクの人々も現れました。このガスマスクの人々はエルバフに喧嘩を売った人間族、罪人だと言います。これが1131話の話数の語呂合わせ4つ目。人々罪人、人々罪人。そんな罪人たちに対してロキは小せーのなどと呼び、ルフィに対してもチビと呼んでいます。これが1131話の話数の語呂合わせ5つ目。小さい、小さい。その小さい人間族の罪人たちと大きい猛獣たちは、ロキが小さい頃からのダチであり、取引に応じなければ猛獣たちが黙っていないぞとルフィに脅しをかけています。ここでのロキの器は見た目に反して小さい。ロキの器は小さいようです。しかし猛獣たちはすぐにルフィに懐いてしまう。一方、罪人たちはこの前、つまり最近、四皇シャンクスに気絶させられたと雑談しています。それを聞いたルフィが興味を持つと、器が小さいロキはにやりと笑って、シャンクスを腰抜け海賊だと呼んで、ルフィを怒らせます。当然ルフィは1話のようにシャンクスをバカにする奴を許さない。ギアフォースバウンド版でロキを攻撃。ロキはギリギリで避けると冗談と言いつつも、心の中で解放されたらルフィを殺すという。やはりロキの器は小さい。まあ6年も拘束されていますから、ロキは解放されたくて必死です。シャンクスはなぜロキに会いに来たのか、まだシャンクスはエルバフにいるのか、質問を投げかけるルフィ。しかしロキはそれを利用して引き続き取引を持ちかけます。ここでシャンクスの足取りを考察してみましょう。僕が考えるシャンクスの足取りは、まずシャンクスはラフテルに到達したロジャーからおそらく太陽の神と呼ばれる悪魔の実を探してほしい。そのように言われたのではないでしょうか。それこそがジョイボーイの悪魔の実であり、世界を夜明けへ導ける者の能力だろうと、ロジャーはラフテルで知り、それをシャンクスに託したと。だからシャンクスは海賊王を目指さずに20年以上世界をずっと放浪していたのでしょう。そんな隠された理由を知らないバギーはシャンクスに失望していました。バギーもロキのように思ったでしょう。シャンクスは腰抜け海賊だと。そしてシャンクスは13年前、フーズフーから太陽の神ニカかもしれないゴムゴムの実を奪います。フーズフーとは太陽の神の伝説を初めてベラベラと喋ったおしゃべり男、シャーベリータイガー、サーベルタイガーフーズフー。このフーズフーのデザインはロキに似ているかもしれません。ゴムゴムの実を奪ったシャンクスの次の足取りについては、すでにこちらの2年前の動画で考えました。こちらです。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアフォースバウンドマン。太古のジャヤにゴムの男がいた。つまりゴムゴムの実には太陽の神ニカが入っていた。だからこそシャンクスはゴムゴムの実を強奪した。そういうことでしょうか。アッパーヤードの生贄の祭壇ではメリー号の中に入っていたクラバウターマンがいました。つまり船に精霊クラバウターマンが宿っていたなら、ゴムゴムの実には太陽の神ニカが宿っているというヒントでしょうか。もしもそうであれば、いろいろと話が繋がってきそうです。例えばイーストブルーの風車村にシャンクスは1年以上滞在していましたが、これは尊敬するロジャーの息子エースを探していたかもしれません。つまりエースにゴムゴムの実を食べさせたかったかもしれません。なぜならロジャーはワンピースを見つけるのは俺の息子だなと期待をしていました。しかしゴムゴムの実を食べたのはエースではなくルフィでした。つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ。それこそがルフィの運命なのでしょうか。はい、この考察は後にゾーン系の悪魔の実には意志が宿っていると判明しているので的中しています。つまりシャンクスが風車村に1年間滞在したのはエースにゴムゴムの実を食べさせたかったかもしれません。しかしニカはルフィを選びました。ただしこの時点ではまだシャンクスはゴムゴムの実イコール太陽の神ニカだとは完全には考えてはいない。疑心暗鬼の状態でしょう。ニカは800年間も隠蔽されてきましたから当然です。それから時が流れてシャンクスはワノ国近海でルフィが変身した姿を確認します。これが太陽の神ニカか。その姿を確認したシャンクスはいよいよロジャーが言っていた夜明けの時が迫っていると確信したでしょう。するとシャンクスはエルバフにも伝わっている太陽の神を念のため確認しに行ったのではないでしょうか。それがシャンクスがロキに会った理由。そのように考えるとシャンクスが言っていた旧友とはおそらくドリーとブロギーでしょう。
シャンクスが放浪していた時代、リトルガーデンを訪れてドリーとブロギーと出会った。そしてエルバフで再会したドリーとブロギーとシャンクスは酒を囲んで長い時間語り合ったのか。この語らいの中でシャンクスはおそらくルフィこそがエルバフに伝わる太陽の神だろうと告げた。だからドリーとブロギーはエッグヘッドにルフィを迎えに来たと。そしてシャンクスは念のため自称太陽の神ロキにも会いに行ったが、ロキと話したシャンクスは、お前が太陽の神なのか？そのようにロキに質問すると、そうだ、俺を解放したらその力を見せてやろう。ロキがそう言うとシャンクスは、いや、いい。器が小さいロキの人間性を見極めたシャンクスは、おそらくロキは太陽の神ニカには選ばれてないと確信したでしょう。以上が僕が考えるシャンクスの足取りです。それでは本編の考察に戻りましょう。雪山の冥界にはハイルディンとスタンセンも来ていました。ハイルディンは恩人ルフィのためにヘラジカを仕留めて、その肉をルフィにご馳走して感謝の気持ち、謝意を示したいようです。これが1131話の話数の語呂合わせ6つ目。人々謝意。人々謝意。もしくはヘラジカの肉はいいミンチ。いいミンチ。ハイルディンはルフィにヘラジカの肉を生贄として捧げるようです。このヘラジカとは、すでにこちらの動画で考えたように、北アメリカではムースと呼ばれています。それはジャヤで太陽の神と呼ばれた大蛇、カシガミに捧げられた娘と同じ名前です。何度も言ってるように、空島編とエルバフ編は表裏一体です。空島編ジャヤで太陽の神にムースが捧げられたなら、エルバフ編でも太陽の神にヘラジカが捧げられると。そんなヘラジカは重たいらしく、スタンセンはペインターが雪で使えなくて大変だと言います。ペインターとは何でしょうか？ペインターとは一般的には画家のことですが、ここではヘラジカを運ぼうとしていますから、おそらく船のロープのことを表すペインターでしょう。船のロープ、ペインターはなんかトグロを巻いた蛇みたい。しかしなぜロープが太陽石、つまり石と表現されているのか、それはいまいちわかりませんが、場面が変わってロビンたちがいる船では、ロビンがサウロに会うために髪を切っています。これも空島編とエルバフ編の表裏一体かもしれません。空島編ジャヤで太陽の神、髪が切られたなら、エルバフ編ではロビンの髪が切られた。1131話で髪を切ったロビンは昔のロビンの髪型に戻りました。つまり昔のロビンとはミス・オールサンデー、日曜日太陽です。空島編ジャヤで太陽の神、髪が切られたなら、エルバフ編ではロビンが髪を切って太陽に戻った。そのロビンは鏡を持っていますから、空島編とエルバフ編の表裏一体を表している。さらにその鏡とは、ロキの正体を映し出す鏡でしょうか。なぜなら、ロキが登場した1130話の語呂合わせは、いい意味だ。鏡の日だと考えました。鏡の語源とは、諸説ありますが、民族学者の中には、カカの目、つまり蛇の目だと考えている学者もいます。鏡イコール蛇の目。そしてここで再びロキの悪魔の実を考えましょう。ロキの能力についてはすでにこちらの動画で世界蛇、ヘビヘビの実、幻獣種、ヨルムンガンドだと考えました。詳しくは動画を見ていただきたいのですが、例えばドリーとブロギーのセリフ、我らに突き通せぬものは血に染まる蛇の実よ。これはレッドラインを表す比喩であるとともにエルバフに伝わる伝説の悪魔の実も表すと考えました。また北欧でのロキのシンボルもヘビです。故に結論から言えば、今回もロキの悪魔の実の正体はヘビで変わりはありませんが、1131話も合わせてロキの能力を再度考えてみましょう。まずロキは1131話でエルバフに伝わってきた太陽の神を食べたとはっきり言っています。エルバフに伝わってきた太陽の神については1114話のベアバンク曰く、エルバフに伝わる伸縮する体で戦った男、それがエルバフに伝わる太陽の神ニカですが、ここでのベアバンクはゴムの体とは言っていません。伸縮する体で戦った、それが太陽の神だと言います。つまりこれはエルバフで伝わっていた内容と同じでしょう。しかしニカの体はゴムそのものだと言います。これは一体どういうことなのか。もしかするとエルバフの人々は空島の人々と同じようにゴムを知らなかった。だからニカを表現する言葉が伸縮する体で戦った男、それが太陽の神だと伝えられてきたのか。ロキはおそらく太陽の神イコール伸縮する体、そのように認識しているはずです。ロキが持つ悪魔の実とは体が伸縮する能力、これで確定です。となると
また、こちらの動画ですでに否定したように、炎の狼フェンリル説は可能性が薄くなりました。なぜなら狼は通常、体を伸縮させることができないからです。そのように考えていくと、やはり伸縮する体、世界ヘビヨルムンガルド説が有力か。ヘビは大きな獲物を飲み込めるように皮膚を伸縮させることができます。ロキイコールヘビ、ヨルムンガルドなのか。そして1131話の最後にはサウロ先生が倒れたと言います。これはドリとブロギがエッグヘッドで言っていた学者がサウロだったようです。そして倒れたのは病気か何かでしょうか。しかしサウロは127歳、人間換算ではまだ42歳ですが、ロビンとの再会と同時にサウロは亡くなってしまうのか。続いてはいつものように次回1132話の展開を話数の理論から予測していきましょう。1132話の類似話数は32話、132話、1032話です。32話は大凶、語呂合わせは残忍。愛刀を捕らえたゾロがシャムに怒っていますから、32話と1132話が繋がるなら、1132話の扉絵では刀を取られたヤマトが謎の犯人に追いつくのか。そして32話のシャムの腹はスカスカだった。それならば1132話でも腹がスカスカ、腹ペコの話か。次に132話はね、語呂合わせは秘密。秘密とは火と水のように仲が悪いという意味です。さらに秘密とは氷を溶かした水です。ドラム王国に到着したルフィとビビ。ビビはルフィに喧嘩するだけが解決策ではないことを教えます。ならば1132話ではルフィがロキとの取引に応じるのか。ただしルフィは鍵を盗むのではなく、鍵はどこかエルバフの人々に頼んでみるよと言いそうです。次に1032話はおでんの愛刀。語呂合わせは火を身に。火を身にまとった火前棒や覇気をまとったおでんの愛刀エンマー。また盗撮するアプーもいます。さらに嘘つきという意味の千密。これは三味線を弾いて現れた小紫にかかる語呂合わせです。三味線を弾くという言葉も嘘つきを表す言葉です。この1032話と1132話がつながるなら、引き続き嘘をつくロキの話なのか。そんな1132話の話数の語呂合わせ予想は、人秘密。ロキやシャウロの秘密が登場するのか。いいサニー、いいサンジ。サニーとは晴れ、太陽を表しますから、サンジがサニー号をゲルズから受け取るのか、あるいはエルバフに伝わる太陽の神の話になるのか。人人の実、ニカ。ベアバンクはエルバフに伝わる太陽の神とはニカだとはっきり言っていましたから、ロキも自分が食べた悪魔の実の名前はニカだと認識しているはずです。すると例えば1132話でルフィはロキに解放してもいいけど、その前にお前は何をして捕まったんだ、そのように質問するでしょう。これに対してロキは、俺は親父からこのエルバフに伝わる伝説の悪魔の実太陽の神ニカを奪った。だからその罪で囚われている。そのように本物のニカであるルフィに言いそうです。1132話も楽しみです。ニカ？チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで釈迦じゃないよ。